2020年11月5日、モンハンライズ日本公式ツイッターにて、映像見聞録6と題して、キャラクターメイクの様子が公開されました。約1分のショートムービーですが、新キャラクターのオトモガルクとハンターさん、オトモアイルーのキャラメイクの様子が収録されています。今回は、モンハンワールドのキャラメイク設定と比較しながら、ライズのキャラメイクを掘り下げてみようかと思います。まずはハンターさんから。動画時間わずか15秒程度しかないのですが、コマ送りで見ていきます。これが最初の画面です。簡単設定、詳細設定、インナー、ボイス、設定情報の一覧、セーブ&ロード。項目をそれぞれ見ていきます。簡単設定は、おそらくあらかじめ用意されているプリセットから選択するか、ランダムで生成するかが選べるようです。このあたりは、ワールドと同じですね。気になるのが年齢設定。ワールドだと顔のシワの設定項目がありましたが、ライズでは具体的に年齢を数値で設定できるみたいです。次に詳細設定です。上から輪郭や肌の設定とほぼワールドと同じですね。化粧が3種類重ねられるのも同じです。こちらも上から見ていきます。輪郭はワールドだと選択方式でしたが、ライズの場合、すべて数値で設定する方式のようです。ほっぺのラインや顎の位置、幅、さらにエラの幅も設定できるようです。ワールドよりかなり細かく設定できるみたいです。続いて肌の色です。注目すべきは一番下の筋肉量。数値を上げると体脂肪率が下がって顔が引き締まります。100にするとちょっと余裕なさそうな顔になります。最後に設定の一覧表示ができるようになっています。これはワールドにはなかった機能なので嬉しいです。新映像で紹介がなかった項目について見ていきます。まず、左上のスタイルって何ぞやって感じるかと思います。想像ですが、英語版だとボディ、タイプの表記になっているので、性別選択のことだと思われます。性別ではなく、タイプ表記になったのは、マイノリティへの配慮のためでしょうか。キャラクターのタイプは、簡単設定で選択したプリセット番号だと思われます。ヘアスタイルは、ワールド同様、髪型とカラーを選択するタイプのようです。眉毛は、ワールドだと、眉の形と眉間の組み合わせを選択する方式でしたが、ライズでは、形だけ選択した後、色や位置を設定する方式みたいです。気になるのが、目の設定です。ワールドだと形を選んでから、位置へ目の色を設定する方式でした。しかし、ライズでは、形に相当する項目がありません。すべて数値で指定する方式になっているようです。推測ですが、あらかじめ目のデザインは固定されていて、まぶたや位置設定、瞳の大きさ設定などで個性を出す方式なのかもしれません。目に関しては、ワールドよりも自由度が下がっているかもしれませんね。続いて鼻。これも、すべて数値で設定する方式みたいです。鼻筋の幅など、ワールドよりもかなり設定が細かくなっています。口も目と同様、形を選ぶ項目がありません。口もあらかじめデザインが固定されていて、位置や厚みで個性を出す方式みたいです。ひげ、化粧はワールドと同様ですね。ちゃんと光沢や透明度の設定もできます。インナーは着色箇所が2箇所設定できるみたいです。想像になってしまいますが、性別の表記がなくなっているので、もしかしたらボイスも男女関係なく選択できるようになっているかもしれませんね。あと、ワールドにあった表情設定がなくなっているので、ライズの表情はあまり動かないのかもしれません。自分で作った設定をプリセットとして保存できるみたいなので、同じ顔設定でサブキャラ始めたり、整形がしやすくなりそうです。続いて新キャラクターのオトモガルクです。プリセット、毛並み、目、耳、尻尾、インナー、ボイスが選択できるようです。オトモガルクもハンター同様、設定一覧の表示と設定の保存ができます。プリセットの新映像がなかったので、2番目の毛並みから見ていきます。ワールドのオトモアイルーの設定とほぼ同じ雰囲気です。5種類の模様タイプの中から選択して毛の色を設定します。なんだかゾンビっぽい模様も用意されています。毛の色の設定はまんまワールドのオトモアイルーや防具、重ね着の着色設定と同じですね。目は6種類から選べるようです。また、ワールドのオトモアイルー同様、オットアイにもできるみたいです。耳は5種類から選択できるようです。ピンと立った耳や垂れ耳が用意されています。尻尾は4種類から選択です。2番目のカールしているタイプが可愛いです。
その他 C 映像はありませんでしたが、インナー設定は首に巻いているスカーフのデザイン設定だと思われます。ボイス設定はワールドのオトモアイルーのような声の工程の設定かなと思います。最後にオトモアイルーです。わずか10秒程度しか紹介されていなかったのですが、ほぼワールドの設定と同じ雰囲気です。ただ、このサポートタイプの設定が気になります。過去作にあったようなサポート傾向や性格の設定かなと思います。まとめです。全体的にワールド準拠といった感じで、特にハンターさんの設定項目はワールド以上に自由度が高そうです。あとはスイッチの解像度と RE エンジンでどれだけかっこよく可愛く描写できるかが鍵ですね。今からワクワクが止まりません。これから少しずつモンハンライズ関連の動画もアップしていく予定なので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。